嘘だろおい。来たー。どうしたんですか先輩？なんか嬉しいことでもあったんすか？待って、興奮がやばい。ちょっと待って、嘘だろ。先輩がいつも狂ったようにリプ送ってる風俗嬢から返信でもあったんすか？さ、おしゃまんべちゃん、冗談でもそういうこと言うんじゃないの。見てるみんなが誤解しちゃうでしょ。いや、冗談じゃなくて、先輩がいつも死ぬほどリプ送ってる平成おっぱい大学のみくるさんって人のこと。で、誤解も解けたところで、本題に移るよ。このニュースは、私もびっくりしたっす。なんと、ジュラシックパーク、ザライドの大規模改修をすると言えってことでね。パフパフパフーっす。いや、これは、ジュラシックパークファンとしては悲願というか、ずっと願っていたことだからね、嬉しいよ。最近の恐竜、疲労にポンと効く薬でもやってるのかなってくらい震えてましたもんね。でも、再開が、2025年って、だいぶ先っすね。そこはかなり残念だね。でも、それくらいしっかり見てもらわないと、恐竜たちの具合は良くならないと思う。楽しみですね。やっぱり、ジュラシックワールドにリニューアルしちゃうんすかね。それって、もしかしてハリウッドのやつ？そうです。アメリカのやつっす。なるほどね。でも、アーシの予想では、多分、今回の大改修では、IP はジュラシックパークのままだと思うよ。ジュラシックワールドにはならないんじゃないかな。そうなんすか？じゃあ、そのあたりも早速解説していこうか。先輩、同伴時間過ぎたんで、オプション追加で延長するか決めてくださいっす。今回、このビッグニュースは、USJ のアトラクションのメンテナンス状況を確認するショー&アトラクション休止情報って、ページの8月のタブを開くと、下の方にしれっと書いてあり、発覚しました。今後も皆様の想像を超えたノーリミットなエンターテイメントを創造し無限大に成長進化し続けていくため既存アトラクションの改良更新並びに小クオリティ向上を図る大規模改修を実施する予定です。2023年9月4日から始まるジュラシックパークザライドの大規模改修につきましては2025年初頭頃までかかる見込みです。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃさらっと書いてるっす。読まないことを前提に書かれた闇金事務所の注意事項みたいっすね。ジュラシックパークザライドは、この大規模改修のために9月4日からクローズすることになるから、今のうちに乗り納めしておいた方がいいね。時期は未定だけど、このチャンス逃したら、2025年の頭まで乗れなくなるっす。少なくとも、1年半、多分2年近くかけて修復すると思うから、2001年にタイムスリップしたような、綺麗な姿になると期待してるよ。それにしても、なんで、今、大掛かりな改修をするんですかね？コロナ不況による赤字経営からまだ抜け出せてない印象はあるけど、このリニューアルは結構前から決まってたんじゃないかな。ジュラシックパークザライドはもう22年間も USJ を支えてきてる。でも、最近は恐竜の元気がなくて、どの子もぐったりしてる印象があるね。あれ絶対ヘロってますよね。前に歌舞伎町に観光しに行ったら、いっぱい転がってたやつっす。多分、今回の目的としては、これから先十数年は、ジュラシックパークザライドを維持させるために、開園当初の姿と見間違えるほどの活気を取り戻す狙いがあると思うよ。気になったんすけど先輩、ジュラシックワールドにリニューアルはしないんですか？個人的にはしないと予想してるよ。それもちょっと考察していこうか。まず、ジュラシックワールドにリニューアルする可能性があるか考察する前に、そもそも、ジュラシックパークのアトラクションが世界各地にどれくらいあるのかを紹介するね。まず建設された順に説明すると、まずハリウッドにジュラシックパーク、ザライド。二つ目はオーランドのジュラシックパーク、リバーアドベンチャー。三つ目は日本のジュラシックパーク、ザライド。四つ目はシンガポールのジュラシックパーク、ラピッドアドベンチャー。これは円形のボートに乗るアトラクション。面白そうっす。そして、5つ目に行く前に、2019年に、ハリウッド版のジュラシックパーク、ザライドが当時最新作だった、ジュラシックワールドにリニューアルし、モササウルスの水槽や、インドミナスレックスと T レックスの対峙シーンなどを追加したよ。これっす先輩。私が YouTube で見たやつっす。そして、最後に、5つ目が北京、なんだけど、北京には、実はボートライドは存在しないんだ。そうなんですね。北京は、すべてのアトラクションを、独自のものを開発してて、ジュラシックワールドをテーマにしたダークライトなんかがあるよ。これも面白そうっすね。スパイダーマンに似てる感じですね。で、他にも、アーシカコマちゃんって読んでバカにしてるサフライングダイナソーや、オーランドのベロキコースターとか、他にも色々アトラクションはあるけど、今回は、ボートライドに限って解説するね。ボートライドは、さっき言った通り、ハリウッド、オーランド、日本、シンガポールにしかない。で、円形型ボートのシンガポールを除くと、ハリウッド、オーランド、日本の3つは、ほとんど同じ、ボートライドになる。この3つは姉妹みたいですね。この3つに違いってあるんですか？色々あるし、結構複雑になってる。まず、一番最初にできたのはハリウッドで、次にできたのはオーランド。でも、ハリウッドとオーランドでは、レールの形状や物語の細かい流れが違うんだ。そして、三つ目にできたのは日本なんだけど、これは、オーランドのものを完全にコピーした。ジュラシックパーク、ザライドって名前だから、てっきりハリウッドと同じだと思ったら、オーランドのリバーアドベンチャーってのを元に作ってるんですね。
しかも、なぜかオーランドのをミラーコピー、つまり左右反転させて再現したよ。ややこしいっすね。なんでそんなことしたんですか？これは長らく謎なんだけど、進行方向が逆だと、うまくパーク内に収まらなかったんじゃないかな。あるいは、隣接する天保山大橋が見えてしまうとか。つまりまとめると、ハリウッドは、唯一無二、オーランドと日本は完全に同じだけど、ミラーコピーされてるから左右逆になってるってこと。で、ハリウッドのライドは、後にジュラシックワールドにリニューアルしたね。問題は、このリニューアルを日本のライドにも適用できるかってことだね。ああ、なるほど。ライドの形状が違うから難しいんですね。いや、頑張ればできなくはないと思うけど、そのままコピーは厳しいだろうね。いろいろ工夫しないといけないと思うよ。オーランドのは、ジュラシックワールドにリニューアルしてないんですか？してないし、する予定も今のところない。オーランドがジュラシックワールドにリニューアルしたら、USJ はそれを反転してコピーすればいいだけだから簡単だけど、ハリウッド以外、ワールドにリニューアルした前例がないから少し厳しいと思う。それだけじゃなくて、USJ のはジュラシックパークのままリニューアルするっていう予想には2つ根拠があるよ。どんな根拠っすか？まず1つ目は、教えない。なんでですか？なんとなく。ちょっと言っていいかわからない話だから。気になるっすよ。思わせぶりは持てないっすよ。あとハゲるっす。まあオブラートに包んで言うと、実は USJ は今、あるものを準備している。そのあるものは、ジュラシックパークに関係のあるもので、しかも、そのあるものを作ってるということは、ジュラシックワールドの今後の介入が難しくなる代物なんだ。つまり、今後もジュラシックパークという知的財産は使い続けるって考えるのが自然なんだよね。なるほど。なら、もう一つは？二つ目の根拠はボートだね。前回、ジュラシックパーク、ザ・ライドのボートが新艇に置き換わってる話をしたよね。前に動画にしたやつっすね。それで、先日からまた動きがあって、新たに10号車が新艇に置き換わったんだよ。また変わったんですね。つまり、今、ジュラシックパーク、ザ・ライドのボートの竣工年は次のようになってる。結構な数が新しくなったんですね。でも、これが、どうして、ジュラシックワールドにリニューアルはしないって予想につながるんですか？ハリウッドのジュラシックワールド・ザ・ライドは、リニューアルした時に、ボートをイエローとレッドからホワイトとブルーに変更したんだ。ジュラシックワールドといえば、白と青って印象ありますよね。USJ は最近多額の費用を投じてボートを新しくしてるけど、これらはどれも従来と同じイエローとレッドのボディなんだよね。特に決め手になったのは今回新たに加わった10号車。もしジュラシックワールドに IP を一新するなら、ボートは当然ホワイトのゲルコートに再塗装、座席シートはブルーに変更し、せっかく貼ったステッカーも貼り替えないといけない。他のボートはともかく、あと3ヶ月でクローズするアトラクションのために、ボートを従来のジュラシックパーク仕様で用意したのはおかしい。そもそも、このボートは、まだ試運転の段階だから、9月4日のクローズ日までに運転できるかも怪しいくらい。なるほど、ボートが1台足りなくっても、運転に支障はないですからね。それでも、黄色のボートを作り続けてるってことは、ジュラシックワールドにする可能性は低そうですね。これは、あくまで、ジュラシックワールドになるなら、ボートのカラーリングも変わるという前提での考察だから、確証はないけどね。それでも、リニューアル後まで使えもしないボートに、ジュラシックパークって書かれたステッカーを貼っているあたり、多分、2025年以降も、ジュラシックパーク、ザ・ライドのままだろうね。私は、ジュラシックワールドになって欲しかったからがっかりっす。そういう人も多いね。あくまで、現段階の予想の話だから、ジュラシックワールドになるかもしれないし、まだわからないね。でも、アーシは、ジュラシックパークの方が好きだったから、個人的には、パークのままリニューアルしてほしいなって思うね。先輩は、ハリウッドのジュラシックワールド・ザ・ライド好きじゃないんですか？個人的には、実はあまり好きじゃないかな。どうしてですか？もちろん、インドミナスレックスと T レックスの対峙シーンは迫力があって良いんだけど、例えば、モササウルスが水槽を体当たりで割るシーンがあったり、さっきまで水中にいたのに、いきなり地上に出てきたり、インドミナスレックスの檻が猿の檻みたいだったり、そういう細かい点がちょっと気になったかな。なるほど。あくまで好みの問題だから、賛否あると思う。なら先輩は少数派っす。私と同じ考えの人の方が絶対に多いっす。まあそうだろうね、ははは。ちなみに、ジュラシックパークのままだとしたら、どんな変化があると思いますか？アーシの予想だけど、多分、そこまで大きくは変わらない。以前にリニューアルしたウォーターワールドくらいかな。恐竜のアニマトロニクスが一新されて、2001年の開業当初みたいに滑らかでリアルな動きを取り戻すと思う。あとは、システムを司るマシンの一新だとか、レールの張り替えとか、そういった目立たないところの変化かな。じゃあ、パッと見、大きな変化はないんですかね？基本的なストーリーは今と同じだと思う。個人的にはちょっとだけ恐竜を増やしてくれたら嬉しいなとは思うけど。特に冒頭のウルトラサウルスとかハリウッドでモササウルスのためにクビになった子がいるはずだから、その子を日本に迎え入れたい。あと、名前をブラキオサウルスに変えてほしいね。なんでですか？実はウルトラサウルスって別の恐竜と見間違えただけで、トドのつまり実在しない恐竜なんだ。まあジュラシックパークの恐竜はカエルの DNA を混ぜたキメラだから、細かいツッコミをしても仕方がないかもだけど。
新しい学説で、色々変更はありそうですね。あと、ダイナソーパニックでクビになったスピノサウルス、あの子もすごい良かったから、ボートライドに加わってほしいな。いろんな恐竜が増えてほしいですね。他には Q ラインが一新すると思う。 Q ラインというと、マチレツのことですね。Q ビデオとかが一新するんじゃないかな。あの映像、ボロボロでしたもんね。子供の頃にやってた、跳ねない垂れない手につかない、レインボーなんとかの映像かと思いましたもん。でも、逆にボロボロで良かったりもするんだよ。そもそも、ジュラシックパークの時代設定って映画だと1993年だから、薄型モニターがある方がそもそもおかしいんだよ。だから、逆に映像は古いままで良かったりもする。でも、おしゃまんべちゃんが気にしてるように、USJ も映画にわかだから、映像ボロボロじゃねっていらない心配をして、Q ビデオを日本人キャストオンリーのフルハイビジョンに一新するっていう、画則みたいな改変をしたがるような気はする。もしかして私、遠回しにバカにされてる？だから、Q ラインでも何かしら変化があると予想するよ。にしても楽しみですけど、なんか、来年ってアトラクション全然なくないですか？スパイダーマンもないし、ターミネーターとバックドラフトも潰れたんですよね。ドンキーコングができると言っても、アトラクション数が少なくなってるから、選択肢は少なくなっちゃうだろうね。特に、2025年まで、ジュラシックパークエリアは、ザ・フライング・ダイナソーだけで乗り切るつもりだろうけど、これがメンテナンスになったら、アトラクションが一つもないエリアが爆誕するね。まあ USJ のことなんで、イベントとかでごまかしてはくれるんでしょうけど心配っすね。ところで、ジョーズとか、他のアトラクションは、大規模改修はしないんですか？今のところ発表はないね。でも、アトラクションの数がだいぶ少なくなるから、ジュラシックパーク、ザ・ライドが再開しない限りは、他のアトラクションは下手にクローズしないんじゃないかな。確かにそうかもっすね。他のアトラクションも新しくなってほしいっす。そうだね。では、今回の動画はここまでです。もし、この動画面白かったら、チャンネル登録と高評価よろしくね。コメントもぜひお願いします。それでは次回にご期待ください。それでは、さよなら。さよなら。さよなら。